Alright, folks, thanks for sticking with us here at Summer Games Done Quick 2022. はい、次のゲーム、サンダーインパラダイスとなります。司会進行引き続き、私、ゼロ吉が担当いたします。よろしくお願いします。はい、そうですね、CDI のゲームでございます。こちらのゲーム、解説の方がいらっしゃいます。ピンクパジャマさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ではまず、ゲームの方、自己紹介とゲームの方の紹介をお願いします。ゲームの紹介が、ちょっと長いだと思いますから、先に、知り合いの説明から、はい。がいいだと思って、こっちの方でその説明が難しいから、はい。もう一人、その説明でお願いします。はい。実はですね、CDI の説明ということでもう一方、いらっしゃいます。CDI 説明おじさん、よろしくお願いします。はい。CDI 説明おじさんです。ということで、CDI の説明だけして去っていきますので、皆さん聞いてください。ということで、CDI っていうのは、よくゼルダであったりとか、ESA ではホテルマリオとか、任天堂の一部ゲームだったり、他のゲームだったりっていうのが出てるので、ゲーム機という印象があるかもしれないですが、CDI というのは実際には企画の名前ですね。今の、例えば、電気シェーバーであったり、電動歯ブラシであったりとかを作っている、いわゆるフィリップス社が、1986年に、提唱した企画です。で、実際にはゲーム以外にも、音楽であったり、画像、動画ですね、こういったものを取り扱うための CD の企画です。はい。で、実際にその CD を取り扱ったゲームの世界初は PC エンジンですね。NEC の PC エンジンの CD ロムロムなんですけども、この発売が1989年だったかななんですね。なので、この企画自体はもっと古いです。3年前ですね。に、策定しているというところがあって、残念ながらこの CDI そのものに関しては、CDI が動くハードに関してはちょっと売れ行きはあまり良くなかったんですけども、今はね、プレイステーションであったりとか、Xbox であったりとか、様々なゲームがこの CD という媒体を使って、ゲームを、リリースしている。それ以外にもね、映像であったり、画像であったりというのを取り扱うということを考えると、この企画の存在というのは非常に重要なものであったのではないかなと思います。で、もう一つ非常に大きなイベントがありまして、任天堂にソニーから働きかけを行っていたことがあるんですね。何かというと、スーパーファミコンに対して外付けの CD ドライブを開発しませんかという話があって、任天堂とソニーで動いていたんですが、ソニーがそのテスト版を発表した翌日に任天堂は、フィリップス社とこの CDI の企画で開発をすることを発表します。これによってソニーは任天堂との提携はもうできないという判断を行いまして、ここからソニーは単独でプレイステーションの開発を進みます。そして現在は、ねゲームハードとしては、任天堂、ソニー、マイクロソフトとありますけども、そのね、強いライバルになっていくというのがあって、劇的なこのドラマを、巻き起こしたものでもあるというのが、この CDI という企画です。説明は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、ピンクパジャマさんの方引き続きよろしくお願いします。はい。Thunder in Paradise はもともと、1994年に、作られた番組で、1シーズンだけ放送されました。で、結局は非常に忘れられがちな番組でした。IMDb と Rotten Tomatoes の評価は10分の4と10分の5くらいです。ね海外のドラマって結構、ね、打ち切りとかそういう感じになったりすることもあるそうなので。そうだな。番組の設定はアメリカのフロリダ州
の湾岸にあるトラピカルリゾートの本部から傭兵として働く元米国軍海軍特殊部隊の2人の冒険を招くことです。そして Thunder というニックネームの未来的のハイテク船を使って、彼らは世界中を飛び回り、さまざまな犯罪者や悪党と戦います。なるほど。Thunder in Paradise の CDI ゲームと連動して作られたのが、2部構成の最終エピソードです。その2つのエピソードは The Major and the Minor と名付けられ、この2つのエピソードのプロットが軸となる2人のキャラクターのことを指しています。なるほど。メジャーは、少佐、そしてマイナーは未成年のダブルミーニングがあります。なるほど。でも、メジャーの落語として MAJOR と表記しています。それは、Morphizing Acrylonitrile JPS Particle Organic Replica の略。長いですね。つまり、アンドロイドのテクノバブルなのです。なるほど。90年代にはこのような無意味なことがたくさんありました。コメントで触れられておりますが、ハルク・ホーガンが出てくるゲームでございます。それは次の説明したいものです。じゃあ、次からお願いします。その2人の元海軍特殊部隊のうち、ハリケーンと呼ばれる一人を演じているのは、有名なプロレスラーのホーク・ホーガンである。当時、彼は最も有名なプロレスラーがあり、聞いた通りに、日本人でも知っているのではない。そうですね。そうですね。日本でも有名ですね。最も身近な存在です。ホーク・ホーガンの彼どころですが、実現的には別のキャラクターのふりをした自分を演じているに近いです。ここではホーク・ホーガンと呼ぶことにします。ハリケーンではなくホーク・ホーガン。ハルク・ホーガンといえばですね、同じ海外ドラマで、特攻野郎 A チームというところで、コングの、知り合い役という設定で、2回か3回ぐらい出てたりしますので、気になった方は見てみてください。でピンクパジャマさん、なんかまだ説明の続きとかありますか？いや、始まる、前の説明は以上です。はい、ありがとうございます。まだね、ゲーム画面までは来ませんね。このゲーム、CDI ということで、ドラマが、ピンクパジャマさんの説明ありました。ドラマがベースということで、実写です、ちゃんと。CDI というとね、やっぱり海外イベント名物のゼルダとかあの辺の感じのアニメーションを想像した方もいるんじゃないかと思うんですが、僕は昨日ちょっと奏者さんの動画を確認しまして、なるほど、こういうゲームなのかということで、そこでね、ハルク・ホーガンが出てるのして、すごいな、これっていう感じで、本当に実写のゲームですので、ちょっと皆様ね、楽しみにしてみてください。まだもう少し、
時間がかかりそうですので、イベントの概要の方、改めて、説明させていただこうかなと思います。現在、ジャパニーズリストリームでは、サマーゲームズダウンクイック2022の様子を公認で日本語ミラー配信しております。サマーゲームズダウンクイック2022は、ゲームズダウンクイックのツイッチチャンネルで行われる、国境なき医師団を支援するオンラインチャリティ RTA イベントです。今回のイベントはミネソタ州ミネアポリスにあるダブルツリーバイヒルトンホテルプルミントンで行われております。で、寄付先である、国境なき医師団は独立、中立、公平な立場で、医療・人道援助活動を行う民間非営利の国際団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更やエンディングの選択等が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビット棒によってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付額に対する報酬は、URL からご確認いただけます。直接の寄付が難しい場合は、イエティで販売されている GDQ コラボ T シャツや、ファンゲーマーで販売されているコラボグッズを購入することで間接的に寄付が可能です。イベントは26日の深夜から7月3日の夕方頃まで24時間昼夜問わず開催されておりますので、最後までぜひお楽しみください。とで、寄付に関しては、ご興味のある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、本家チャンネルへのサブスクとかそういった方法もあるかなと思います。はい。ですね、次の、ゲームの話に戻るんですけども、カテゴリーがインタラクティブテレビジョンということですが、そうした動画を見た感じですと、光線銃のようなものを使って、プレイをされておりました。CDI って、ね、光線銃との接続機能みたいなのもあったんですね。すごいですね。ということで、そこら辺はね、多分、ゲームプレイの様子が、多分本家のカメラで映るんじゃないかと思いますが、そこもね、ちょっと楽しみにして見ててください。それについてですが、はい。2つじゃなくて、3つに分かれています。その、番組のエピソードを見て、そしてそのゲームだけを見て、でもインタラクティブテレビジョンとはその両方を見て、プレイします。カットシーンを一通り見ていきながらプレイするっていう感じですかね。そうです。随分を取って戻ります。We got $25 from Two Fish. You know, I've heard that if you stand in front of a mirror at midnight and say, このゲームは特にね、ビットは設定されていないようです。で、まだもうちょい時間がかかりそうですね。Two Fish, that's actually a good segue here. I have been sitting on this all week. 戻りました。おかえりなさい。 I have been locked out of cute chat all week. Oh, see, I just had to start my own Twitch here because I have been holding on to my Twitch Prime. And so I'm going to do that right now. You are as well, chat. So make sure, use your Prime Gaming. There it is. And you're good to go. And speaking of being good to go, chat, people at home, people in the audience, we are good to go. What you gonna do, brother, when Sharif runs wild on Thunder in Paradise on CDI right now? 始まりそう。始まりますね。All right. Hey, so yeah, I'm Sharif. You might know me as Sharfers in Twitch chat. So this is less of me playing a video game for y'all and 昨日ちょっとスピードラン .com を調べたんですけれども、奏者はこの方一人のようです、どうやら。And sort of in that vein, I have some friends here to keep me company and keep you company. So yeah. 多分オープニングから、
That's 50% of the phasmophobia. から見えます。And I also have on Discord we have Corndan, the finder of the game. So yeah. ちょうどね、奏者さんの手に、銃のようなものがね。And you guys might be wondering why we're looking at そうですね。CDI のライトガンです。ライトガン。ライトガンで操作されます。There's nothing I can say to prepare you guys for this, so we're just going to watch it together. There is exactly one thing we can say to prepare for this. Imagine これはThunder in Paradise のオープニング、OP。That was my pitch to GDQ, and they're like, thumbs up, let's go. All right. This was their actual opening sequence. いきなりね、ハルク・ホーガンですからね。Look at that boat. Look at that son of Jack Lemmon. That is actually the son of Jack Lemmon. That is correct. その船少し見たのは Thunder。そのタイトルの Thunder です。はあ、なるほど。It was definitely not his inability to act good. So yeah, both women there that you saw in the opening credits, they are in the main cast. ね、CDI ゼルダとかね、ああいう感じで独特のね、絵柄のアニメーションに慣れているもので、CDI でね、こういうすごい実写ムービーが流れると、ちょっとね、戸惑っちゃいますね。We don't play as Hulk Hogan. このオープニングの後に、そのエピソードの撮影と舞台裏を紹介するような内容な、シークエンスですね、表示されます。まあ、紹介しています。まあ、番組を見るか、ゲームをするか、あるいはインタラクティブテレビジョンで両方やるか、どっちを選ぶことができます。まあ、今回そのインタラクティブテレビジョンします。今回のカテゴリー。今、ビデオゲームしてます。So yeah, so there's 3 game modes. Yeah, buddy. Let's go. We're interactive television. The game only mode is deeply, deeply depressing. このゲームはライトガンを使ってプレイします。始まる前に奏者がライトガンのキャリブレーションを調整します。So we're gonna go like that, hit gun. And then time will start when I hit done, once I'm happy with the calibration. When I did this for the GDQ hotfix, that conception runs called Awfully Silly, did not go well. The calibration part anyway. It's like 5 calibrations. It did. This is not going to work. One more time. Yeah, basically you need to make sure that the 深い target キャリブレーションするみたいですね。 top left and the bottom right because there's going to be a whole bunch 1回 of 目、Yeah. ミスしてしまったから2回目 This is the most やろうとしていま One す。 more time, and we got this. This is exactly what's happened last time. Go up higher, Sharif. All right. Oh, good. The sensor's moving. That's perfect. Hit the quarters, brother. Let's go, brother. Oh, I'm calling that good. Heck yeah, let's go. All right. Yeah, that's totally doable. Yeah, you can do that. Thanks for that. 調整準備しています。 Time starts when I hit done here, so I'll just count down. 3, 2, 1, go. はい、はい、グッドラッ Good ク。 luck。 All right, so that was my last そし part. てその 12 minutes. 最初には、非常に明確な質問がありますが、答えるつもりはありませ This ん。 is the beginning of the episode. I need to ask all 3 of my commentators, where is that tube going? いずれにせよ、水面下のその人はメジャーと呼ばれています。That's
good. That was the right answer. That was a test for y'all. I'd have kicked you off. ホーゲンの思考を精神リンクでメジャーを、メジャーに送るという実験だが、もうすぐにとんでもないことになり、メジャーはまるで自分の意思を持ったかのように振る舞います。This is a nonsense episode, so just for the heads up, if you're trying to follow the plot, I've played this so many times. トロットというか、テクノバブルの無意味な用語とか単語がたくさんあります。I'm just amazed that JT from Step by Step knows all this stuff. He's very smart. He's a smart boy. He learned a lot at Step by Step. The major is open for uplink. Begin imaging. I was running this in another marathon, and we were dissatisfied with the acronym that major was short for, and so we just made a new one for ourselves. とんでもないことをやばいですね。してしまいます。やばい。That's our new acronym for major. So yeah. Also, a lot of this is going to be like Hulk Hogan facts. And I'm not necessarily like I have this pasta. そのテクノバブルについては、優先順位を浮気しているという説で動いています。Or just wrestling facts from the 90s in general, that would be incredible. その意味は全然わかりません。ザクと呼ばれる未成年、いわゆるマイナーが、唯一メジャーと、精神接続をするのにたけており、その結果、メジャーの居場所を確認することができるというものです。なぜ彼がそれに長けているかというと、ビデオゲームを得意だからです。なるほど。ザクが番組の主人公の2人にその説で、俺を連れてっていく、僕を連れてっていくように説明しています。Thunder と呼ばれるスーパーボートに乗ってメジャーを追いかけようとします。ドローンから危険にさらされており、また Thunder に向かって発射されているホーミングミサイルがあるためです。なぜ突然なったのか、俺がわかりません。かなり唐突な展開ですね。そうです。このシーンでは、ザックが2人を説得し、Thunder と脳をリンクさせることで、Thunder の兵器を操作できるようにします。もちろん、ゲームが得意からできることです。この後、3つのステージのうち最初のステージに入ります。Was also Hobie Buchanan from Baywatch. Also right? true. And since we've already established we're in the Baywatch universe. We are. Right. He's in witness protection, and that's why he knows all this stuff. That's exactly right. He's secretly very. これからね、シューティングが始まるんですけれども、という。And so you can. このステージの目的は、ホーミングミサイルを撃ち落とし、Thunder を守ることです。できるだけ早く負けることは早いです。負けると次のステージの開始時に、体力が半分になってしまうというデメリットだけがあります。この奏者はある数ミサイルを撃ち落とすとミサイルの量が増えると思っているが確認できません。And we both didn't survive. So the speed strat here, we're speed running, is to die as quickly as possible. And so to do that, we. ツッコミところですが、そのシーンでは Thunder に乗って、
大西洋へ向かって映像がありました。どこに行こうとしているは謎です。今うまくなっている。この調子だ。結構このね、サンダーっていうボートが結構シールドだなんだで硬いので、なかなか終わらないというか、あれですね。このレッドガンに、2つのボタンがあって、1つがそのガンをオフにして、そしてもう1つは、この視点を変えることです。4視点がありますね。その右下のゲージですね。If there are too many enemies within that range, the game just soft locks. I managed to reproduce that a couple times. So we're just going to look straight up and then just take. 今説明しているのはある武器があって、それは、ミサイルたくさんが、短い距離があって、たくさんあったらその武器を使えば積みます。これは今何もしていない。わざと負けようとしています。Hoping for some of the silly cutscenes that can happen during this game. Best of luck and make Hulk Hogan proud. Yeah, Gruntmeister is my brother in arms. ご安心ください。このステージはほとんど操作しませんけれども、次のステージ以降はねちゃんとガンシューティングしますので。Yeah, you can see that yellow. So there's four directions, like the cardinal directions. とりあえずね優雅なね船の旅を、お楽しみくださいということで。The boat regenerates health over time, but not that fast. So first it was going to be green, and then yellow, and then it's going to be red, and then it's going to disappear. And then once something hits an area without a shield, then we lose, and then the level's over. That said, he didn't seem all that angry about it. 綺麗だな、ミサイル綺麗だな。綺麗ですね。All right, you got more donations? Do we have any? Of course I do. We've got $15 from Fell Temp Reparatio. When I was 10 years old, I was flipping through the channels when I suddenly saw Hulk Hogan on a high-tech boat. I instantly decided that it was the best show ever. I haven't watched it since, but thanks for showing us what good taste my child self had. Correct. All that was correct. $25 from Tempestral. I can't believe Sharif got a short film into games done quick. Y'all aren't ready for this final boss's voice. 完全にね銃から手を離しますね。Oh my goodness gracious. I can do a couple more. Sure. $25 from K Fizzle. As a pro wrestling fan, I can tell you. 何か今、as he is at wrestling. このゲームが何が話しているかよく聞きません。音声が小さいからな。それにそのセリフが、ちょっとランダム。はい。終わりました。わざと負ける、わざと飛んだけど負けるシーンは、Thunder はシャットダウンするのですが、その後、コンソールを叩いてから、電源を入れ直します。そして脱出するために Thunder のジェットエンジンを、作動させるのです。船ではとても危険なようなんでしょう。このシーンは、メジャーが暴走した電源を下げるために、フランクリン博士のプロセッサーのメインメモリ
をハッキングしようとするところです。この言い方だと、フランクリンのコンピューターに接続よりフランクリン自身がロボットに見えます。主人公たちがショートした以前の監視カメラの映像を見ます。その映像にはフランクリン博士がダリアス・ランパイクと呼ばれる悪役と会話している様子が映し出されています。誰も彼が誰なのか知らないし、実際に、動機を述べることもないので、ただ悪であるための悪であると言います。そして、Thunder に関するすべての情報を見ることができるメニューが表示されました。このメニューでは使用できないのクールな武器がすべて表示しています。そう言ってこのゲームではもう Thunder を操作することはないですね。さらにこれは番組の最終回なので、いずれにせよ、この時点以降、実際にそのクールな行動することはありません。このデータベースには、メジャーが主人公の一人の幼い子であるジェシカを誘拐するために向かっていることが書かれています。主人公たちの行動きっかけとなるために、この番組ではよく、ちょっと招待させるのです。また、彼女は偶然にも、カリブ海の島にいるのですが、そもそもどうやって、ジェシカがそこに行ったのか説明されていません。上陸したらザックがあちこちにメジャーとランパイクの部下がいるのを、察知しました。あまりの、人数の多さに二手に分かれ、ザックはメジャーを自ら追うことに、またメジャーはなぜかクロッキング、能力を持っており、ザックだけがメジャーを見ることができる。これは第2ステージが始まりました。が、その前にホコーガンとダリアス・ランパイクと1対1で戦うかっこいいシーンがありました。ハルク・ホーガンにね、肉弾戦を挑む方が間抜けと言いますか、勝てるわけないでしょうと。そうですね。そしてこの第2ステージは、単純に、レールシューターです。左下の HP ゲージ、左上が弾薬。撃てば、このゲージの銃映像自体が消費するので、ガンゲージと呼ばれます。敵自体は毎回大体同じ場所にいますが、それでもある程度のランダム性がありますね。レッドガンの操作についてですが、撃ったたびに数フレーム、銃の十字線を動かすことができ、そのフレームごとに当たります。ゲームを進めていく上で便利なテクニックです。何しろこのゲームは最初のステージをわざと失敗して体力を減らして、
half gun at least. を減らして実はかなり難しいです。I spawned 3 times in a row. ちなみに、PC 版が発売されましたが、かなりひどいです。PC 版というのは DOS 版のことです。まあ確かに95年とかになってくると、まあ、Windows 95が出たばっかとか多分そういう年ですのでね。そうです。全体が16ビットグラフィックにデジタル化され、解像度もかなり低くなっているため、このアフル枠でもひどいです。ひどすぎるくらいだ。それだったら CDI でやりますわってなりますもんね。一方で DOS 版がマウス操作が可能なので操作しやすくなっています。そう言ってもアイランドリゾートで撮影した映像を使ってレールシューティングゲームは1990年に作られたゲームとしてはかなりいい出来事だと思います。まあ、これは綺麗なリゾットです。ね、ジャパニーズリストリームを何度もね、ご覧になっている皆様方は多分CDI といえばゼルダという認識があるんじゃないかなと思いますが、こういうゲームもあって非常にね、ハードを生かしたいいゲームなんじゃないかなと思います。So they actually get, I think Marvel still gets royalties on everything he does, which is great. How about some more donations here? Absolutely. Joe at work gives a $25 Hulk Hogan. このステージの最後には、ザック以外にはまだ見えないメジャーとボス戦が、待っています。And we have a $100 donation from JB. まだ1分2分くらいだと思います。Keep up the wonderful work, everyone, and thanks to everyone who works to make this event so spectacular. I'm glad people are enjoying that. もう時間切れが近づいて早くしろ。Thunder in Paradise is a cinematic and gaming masterpiece. Thank you for bringing this to SGDQ. Hyped! $10 from Sierra. We are 5 minutes into this game, and I have many questions, and most of those questions are, why does this exist? Ask Corn Dan, I have no idea. Fun fact, we don't have an answer. We're all as confused as you. ボス戦 Many times, and I still に参ります。難しい戦いですが、負けてもゲームオーバーに、なりません。でも負けると、今ボス戦に入ります。Alright, so this is the final boss of the level. Yeah, we're in good shape. Oh yeah, we're fine. Sharif can take a couple of hits. もうそろそろです。Yeah, I can take like maybe 3 hits actually, which is more than normal. Alright, let's go. 今メジャー見えないその女たち、女子たち。You need to deplete his energy reserves or something. I don't know. The important part is what you want to do is essentially fire as fast as possible because this guy hurts when he shoots you. But if you hit him first, he just 今消えてるんですが、ダメージのようなものですからいいです。Hit him in the junk. Let's go. So now that was level 2. はい、疲れました。勝ちました。勝ちましたね。負けるとジェシカはメジャーにさらわれ、勝てばランパイクに、さらわれます。今、こはどこです？さらわれました。誰に？大きいな男でした。
顔にはちょっと画面のようなものがありました。It's airlock seal. What does that mean?勝ちましたので、Yeah. The thunder is like a メ bag of ー holes ジが、 exterior. 囲まれました。 Yeah. 換気するシーンですね、これは。勝ちましたから、操作してラスステージに挑みます。負けたら、ザクとしてプレイします。Absolutely. I'm running Oh, on if adrenaline. you saw the この3つ目の back to like 最後ステージは、工場ステージです。 way faster than martial arts. Ways in where they won't see us. By the catwalks or through a tunnel that leads us through the turbine room. So, level 3. So there's still no real consequence to failing level 2. はい、今メジャー見えていますが、ザクが、操作しています。メジャーを操作しています。And he's much squishier and doesn't have as much ammo. So this is absolutely easy mode. 負けたらザクとプレイしたら、その方が、圧倒的に難しくて、それに、最後にメジャーと以前もっと難しく決戦します。その上にザクとしてこの最後ステージも難しくなります。というか、メジャーを操作したら、優しくなります。今、敵が現れる前に、その矢印、四角の矢印で敵がどこに現れるかの方で、難易度が優しくなります。それに、メジャーの、体力も高い。I can do that. We have $50 from Mr. Santos, who I think is going to be a Hulk Hogan fact. 今更綺麗な工場 While disarming a bomb along with bomb slamming Andre the Giant at WrestleMania 3. 綺麗だな、この工場。Sure, $25 from Kajink. Well, it's no Barbie, but I suppose Hulk Hogan in the role of a lifetime is a close second. Congrats to Sharif on another delightful run getting into GDQ. このステージに、このゲームに戻って敵がそれぞれ違うポーズをとっている同一人物であることに気づき、目新しさがなくなってしまうのです。That's the whole interstitial there. やはり、でも、この敵の方がいいでしょう。I can hit you with $50 from Putty Knife. しばらくすると、ランパイクは、ガレージドアオープナーのようなものを使って、もうそろそろです。In honor of Thunder in Paradise Hulk Hogan, what you gonna do, brother, when GDQ runs wild on speedrunning? Yes. 本家の方でハルク・ホーガンのモノマネをやってるんですかね。 Wrestling person, but I need wrestling people to do the memes, so we're good. I'm happy. I think we're getting pretty close to the second part of the level here. No, we still have a little more time. Yeah, you got one or two more fight scenes. Okay, cartridge blowers. How about a couple more? Yeah, we've got $25 from Aishma on Camera Ops, who says, I wanted to donate to say thanks to all the family and friends that made my trip possible. What an awesome event for an amazing cause. Thank you so much. All right. You can just keep going until something happens. とりあえずハルク・ホーガンが筋肉で解決すればいいのではっていうツッコミはね、野暮ですので、はい。Thank you to everyone who volunteered to make this ホ magic. ークホーガンが、ゲームに得意ではないから、Wag Bowser. Yeah, you can clap for このガンを and they just say, 持って使ってできない。この人が、ランパイクです。 Garage door. そしてガラージドアオープナーのようなボタンを使って、
プレイヤーが、バーチュアル領域に移り出します。また、この領域は、実際には工場の外だけで、何も派手なことはしていません。バーチュアル外。この90年代にね、このバーチャルのあれやったりとか、なかなかすごいですね。Oh yeah. This is a car. You're welcome. Thank you for that. It's a van. I mean, I was just using a very generous definition of car here. All right, Corndan, how about? Do you have any good Hogan facts for us? Do a couple good ones. Well, I have some good facts about the show. Let's do that. Actually, that's even better. Yes. Right, the first one is here for Hulk Hogan. So Hulk Hogan left the WWE to do this show, right? And then he got his role on WCW afterwards because of this show. はい。いうものが少ないですね。 The other one, George Foreman was originally supposed to have the role of Brew. That's Chris Lemon. So we could have had a Hulk Hogan and George Foreman like buddy cop show. That was the whole interstitial. 14 seconds of load time for 2 seconds of interstitial there. Let's see here. What else do I have? While filming in April of 1993, Hulk Hogan was involved in a jet skiing accident. 異例の待ち方ですね。 Other wrestlers have stated that he was actually punched in the face by というツッコミも、という冗談も言うべきでしょう。Corndan, can you explain why I'm wearing a Pastamania shirt? Well, so Hulk Hogan, in his infinite wisdom, in the 80s, I think, 90s. はいね、筋肉もりもりのマッチョマを見るのはね、非常に健康に良いですからね。Right, called Pastamania. That is true. That is actually true, and yeah, it obviously went under. パラダイスから、美人をお撮影した方がいい。Are you the regional manager for Pastamania now, and that's what he's saying? So I stand corrected. Pastamania was opened in 1995 Okay. in the Mall of America. Yeah. Hey! ホークホーゲンもマッチョマン。 This is also, I think 95 was the year that this, oh yeah, so the show lasted one season, surprisingly. And I think 95 was the year it aired. いや、そもそもマッチョマン Started watching というと、ホークホーゲンの想像、そのイメージがありますね。 I'm not sure about that, but okay. Other fun Hulk Hogan facts: he was one of the wrestlers featured in the cartoon series Hulk Hogan's Rockin' Wrestling, but he didn't provide his own voice. I think Brad Garrett did his voice, if I'm not mistaken. Oh my god, that's even better. That's my favorite thing ever. His voice wasn't manly enough, so they got Brad Garrett to do it instead. So I'm kind of cruising here because it doesn't matter how many hits I take, I have basically infinite health. Yeah, the major basically gets like 10% of its health back like every time you shoot something. Yeah. ね、実写混じりですごいうまくできてるゲームですよね、やっぱりこれ。 A lot more health and a lot more ammo, so it's a まあその like even if you were to ゴミ箱、次の sit there for 年では seconds and not even worry about it. Yeah, I could just tank hits. ゴミ箱 So we're in 注目して we're about half health. Maybe a little bit more than half health, something like that. Through the But window. watch his health as soon as 次ではない。 right back up to green. Come on, baby. 冬か、ジーンズが多い。 Oh, please load. Your virtual warm-up is over, pal. Now you got me for real. I apologize for all the raspberry jam on his face. All right, so this is part 3 of it. So we just have to hope this loads, and then we'll be basically scot-free here. But now we get そのシーンはなかった。 Yeah, so these are the rampike, the total. ゴミ箱から撃つ、敵も、But yeah, we get the rampike. ランダム敵のように、見えます。 we're hoping for here. Yes. なぜか、バーチュアル Tell you if they... VR が終わりました。そして、How about a donation?
この工場に戻ったらぐるっと回っているランパイク本人と戦います。ランパイクがあるいう口癖、ちょっとして挑発。前に見たのような挑発。すごく面白いので、すごく面白いものがあるので、奏者はできれば見せたいところでしょう。なんかね、筋肉でレーザー弾いてましたけど、すごいな。やっぱりね、筋肉が優秀なので、そもそも上着を着る必要がないんじゃないでしょうかね、やっぱり。筋肉マッチョなら、軽くレーザーを撃ちますね。そういえばそうだったな。そのガンを持つ必要ないでしょう。Very rare Hulk Hogan compliment. That is extremely rare. Usually Chris Lemon does that one. He's like tubular or whatever because it was 95. 珍しいホーク・ホーガンからの、褒め言葉。We can still no, you're right. I think we missed out on that one. We missed out on the MST3K one. I was too good actually is the problem. Because if you kind of do it, yeah, go ahead. Maybe that means we'll get the good one. Yeah, I'm hoping. Oh, I'm actually back in the green. That seems likely now. This is the really important one. It's the name of my split for this level. 挑発なセリフが来るかもしれません。All right. We're getting towards the end here. So we just passed PB for me, which was 3240 something. Which is okay. It's still a good run. It's the first time I've ever ran the game. First time. Hey, those guys were close personal friends of mine. Darn. ランダムでしたが、聞こえませんでした。でも、和訳すると、男らしく戦え、このうんちパンツめ。男らしくとは何でしょう。なんでしょうね。見た目はどう考えても男らしいですけどね。筋肉モリモリのマッチョがすごいコンセンジを持って男らしく戦っているはずなんですが。まあね、男らしく戦えってならタイマンを挑んできなさいよっていう話で。英語というと、fight like an adult, you poopy pants. That's time. ランパイク倒れました。メジャーとして倒れればゲームを勝ちます。GG ですね。GG。メジャーを倒していない場合は、ランパイクを倒れる後にメジャーともう一回決戦があるんですが、結構難しくて、このゲームでは一番難しいとだろう。Alright, so there's a little ending sequence here. But yeah, thanks for having me, GDQ. Thanks to PSEG and to 最後に、よくやりましたな。そして男性向いてのパラダイスが見えます。So thanks so much, Corn Dan. It's my penance for finding the game. I have to commentate every single marathon. He has commentated every single run of this. We've been looking all over for you. Come on, you're A very, very necessary panning shot coming up here. 待っている美人たちが、Anyway, so yeah, 待っています。Thank you for continuing to take nonsense, like weird nonsense. Paradise.
セクシーなね、お姉さんたちが、出迎えに来てくれてますね。というわけで、終わりですね。はい。ピンクパジャマさん、何か宣伝等はありますでしょうか？いえ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。で、まだ切り替え。なんか最後にね、名前入力画面がある。ね。ハイスコアの画面ですね。ハイスコア、let's go! はい。1時でした。はい、1時でした。はい。というわけで、このゲーム、サンダーインパラダイスということで、解説のピンクパジャマさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ちょっとね、今ここからはいなくなっておりますけれども、CDI 解説おじさんにも、ぜひ拍手をということで、次のゲームがあるので、一旦失礼いたします。司会進行もこちらで交代となります。ここまで、私、ゼロ吉が担当させていただきました。で、どうもありがとうございました。But for now, listen, that was an exciting game. You're maybe a little tense, adrenaline rushing. So maybe it's time for a nice snack. Get something healthy. Get some salad. Get some fresh greens, and we'll be right back in just a second. Good morning again here at Summer Games Done Quick 2022, powered by Twitch. Folks, we are coming up here on the end of our silly block. That doesn't mean that things are going to get any less exciting, doesn't mean that things are going to get any less, well, funny sometimes throughout the day, but we've got Incredible Crisis getting set up right now. Incredible Crisis, I love that game. You're going to love that game. A long time ago, I tried to start a PS1, Hidden Gems collection with games like Destrega and Tecmo's Deception, One Piece Mansion, and I had to have Incredible Crisis. It's got an amazing soundtrack. It's incredibly weird. You're gonna love it. You're gonna love it. So stay tuned. We're setting up for that right now. In the meantime, let me read a few of your donations. UK Aya donates $25, and they say, difficult to tell when reading a donation if it's a haiku. I counted beforehand. It's a haiku. It counts. It's there. $25 from JDE Vike. Love GDQ. I make sure to watch every time it comes around. Thank you so much for your donation. We really appreciate that. We appreciate all donations. They all go towards Doctors Without Borders, which is the cause we're supporting here today. One of the best charities in the world. Thank you so much. Every single donation counts, from the minimum $5 all the way up to whatever you can spare. So thank you so much for helping out
We busted through $900,000 during the silly block today. And I know we're gonna reach 1 million. We're gonna reach 1 million sometime today. And you can make that happen. We've got another Hulk Hogan donation here. $20 from HJ Doom. Sometimes I try and work out how I would explain Hulk Hogan to a young adult. There's this guy, and he's massive, and he has this handlebar mustache and a fringe of bright yellow hair. He's yelling something incomprehensible about his brother, and he's one of the biggest pop culture icons of the 80s. Yeah, he doesn't really make much sense, does he? And yet, he's real, as you saw in that video game just a second ago. $15 from Yandri, and they just say, Sound Voltex hype? There it is. We've got Sound Voltex Exceed Gear is our bonus game right now. We're looking towards unlocking that. We are at 22,000.